皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこれを使っていきます。今回はレタッチについてお話ししていきます。そしてそのレタッチの元となる写真を撮るのはこちら、ニコン ZF と 24-120S ラインのレンズになります。今日はね、レタッチの動画なんですけど、普段やってるようなサクッと整えるだけのレタッチではありません。普段はね、今日お話しする編集ソフトとは別のソフトを使ってまして、しかもパソコンではなくてモバイル版を使っています。でもね、モバイルはモバイルの良さがあって、移動中とか車の中でとかサクッとできるっていうのはいい点だなと思います。しかもパソコンでのレタッチって正直言うと難しそうだなっていう印象があって、あとね、高いお金出して使いこなせなかったら嫌だなっていうのもあって、ただ今回ルミナーネオというソフトを使って初めてパソコンでじっくりと作品を作り込んでみたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。しかもね、これ買い切りのプランもあって、そのあたりも一つ大きな特徴としていいなと思ってるポイントです。でね、今回使うのは撮った写真の雰囲気や光そのものを後から変えていく、いわゆる作り込むというところに注力したソフトです。そして今日はこの後、まず実際に撮影する様子をお見せしてカメラの設定値なども公開していきます。その後、実際にどういう風に変えていくかまで全てお見せしたいと思います。普段ね、私はレタッチほんのりしかやらないです。10段階あったとしてだいたい3とか4ぐらい。ただね、今回は光を足したり位置を変えたり、撮影した後に写真の印象をガラッと変えていきたいと思います。なのでそのね、いつもと違う感じを楽しむっていうのもすごくいいなと思っていて、今日の動画はある意味創作活動に近いのかなといった印象です。普段のレタッチ方法もね、いつかまた別の動画で出していきたいなと思っています。ただ今回使っていくルミナーネオ、誰でもね、簡単にすごい絵になるみたいなものではないです。操作自体はね、結構直感的な操作が多いので慣れてしまえば楽なんですけど、とにかくツール自体はいっぱいあるので、最初はね、どれを使えばいいのかっていうところが迷うかなと思います。私もね、最初はそうでした。ただ使うものをぐっと絞ってしまえば、やってること自体はかなりシンプルです。もちろん私が普段やってるような自然に整えるだけの使い方もできますが、今回はあえて作り込む世界っていうのを大切にしながら楽しんでいきたいと思います。でね、このソフトの面白さって個人的には現像っていうより絵作りなんですよね。例えば曇りの空を晴れに変えたりとか、何もない空に夕日を浮かべてみたりとか、光がなかった場所に後から光を追加したり、今回はね、この2つを使って花の撮影をしていきます。そしてその写真を使ってどこまで変えられるかをやっていきます。でね、実際に使うのはこの辺りです。今ね、ずらっと並んでると思うんですけど、このね、お気に入りっていう項目に入ってるのは、実際に私が約60枚ほどレタッチをしてみて、本当に使ったものだけを集約しています。ここのね、お気に入りに加えて、そうですね、生成ツールの中のジェネ消去っていう、いらないものを消す、ゴミだったりセンサーの汚れだったり、そういったいらないものを削除するツールを使ってるくらいですかね。なので今日は単なる機能紹介っていうよりは、実際に触ってみた方が再現できる、再現性のあるやり方を紹介していきたいと思います。動画のね、最後の方で実際にやり方っていうのをご説明するんですけど、その前にね、前提として私はね、レタッチの前にやっぱり撮影の段階が一番重要だと思っています。構図や被写体があってこそのレタッチだと思っているので、まずはね、モニター画面を共有しながら撮影の様子をお届けして、その後に実際に絵作りをしていきたいと思います。それではここからの POV 撮影、ぜひお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ZF に 24-120のレンズをつけています。そして今日は実際に撮った写真を卓上に戻ってからレタッチしていきたいと思います。なので後半も含めお楽しみください。では行ってきます。なんかね、今日雲が結構多めなので、ちょっとそのあたりを撮ってもいいのかな。後処理でね、雲の量だったりとか空の感じも変えられたりするみたいなので、そういうの試せたら面白いかも。良さそうな感じするね。雲が特徴的ですね。もうちょっと下から。
取っちゃいましょうか。いいね。今ね F10 まで絞っちゃってます。いいんじゃない？良さそう。つぼみをメインに取ってみたいと思います。後でトリミングを前提としてこんな感じで取ります。葉っぱが影を作ってるのがいい。いいね。ちょっとアンダーシックな感じ。いいんじゃない？あ、いいね。こういいですね。奥が暗いので多分すごく暗く撮れる。そう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 。こういう描写好きですね、私。いいね。卵系できてる。いいね。見てください。見事なね、曇り空です。ちょっと一枚撮っときましょうか。なんでかっていうと、この後でどう変化するかやりたいからです。さあ、ここからどう変化するんでしょうね。面白いですね。どこか水面が美しそうなとこ。そうね、この辺りかな。F4 だとこれくらい光飛びがすごいので、ぐーっと F 値を絞ってあげるとこういう描写になります。もうちょっと近くがいいですね、せっかくなので。あ、いいね。Z の描写ですね、これは。この中央の水がいい。なんかいい場所を発見しました。なんかね、この右側の木が少し入ってきてるのがまたいいなと思ってまして、この辺り入れつつ下から取って手前の紫だったり白の花も入れるって感じ。いいね。結構花撮影するときに F10 前後で撮るのも結構好きなんですよね。かわいい。見えますでしょうか。今ね、ここにいろんなネモフィラがあると思うんですけど、一本だけ少しだけ背の高いあの子がいるんですよね。そういうのを狙ってあげると手前にピントを取られずに済むので、よいしょ、この子かな。こんな感じでね、高さがあるので他の子たちとボケ感がね少し違ってピシッとピントが合うんですよね。そんな感じで選んであげてもいいと思います。縦にするともっと分かりやすくないですか？こんなにいっぱい畑のようにあるのに一輪だけをね集中させることができるんですよ。次はこの泡吹き取ってもいいかも。もっと寄れるか。綺麗ですね。この食虫植物可愛いですね。あ、いいね。奥の光とか強調させても良さそう。いいね。お、いい感じいい感じ。かわいい。今からね一回休憩したいと思います。なのでちょっと感想を言いたいと思います。今回ねレタッチを込みで頭の中で予測しながら撮影してたので、それがねすごく楽しいし、仕上がりどうなるんだろうっていうの期待感がね大きいので、撮った瞬間も楽しめるしその後も楽しめるっていうのがすごくいいなと思います。
まだまだこれから撮ります。今面白いものを見つけてしまいました。こんな感じでね、紫だったり青の花が続いてる中にですよ、1個見えますか？ポツンと立つチューリップでございます。あ、いいねいいね、いいんじゃない？いいねいいね。白い花が可愛いですね。めっちゃ揺れるけど、めっちゃ良くないですか？花も咲いてるし、つぼみもあったりして、これ一体全体を撮れたらなんか良さそうな感じ。こっちから撮ってもいいかも。あ、いいかもしれない。双子ですね。揺れるけど大丈夫です。シャッタースピード早めてるのでいいんじゃない？ということで、撮影してきましたので、ここからはレタッチをしていきたいと思います。まずね、写真自体がいいので、このままでも完成度は高いんですけど、ちょっとね、いじって今日は絵作りを楽しんでいきたいと思います。そもそもの基本的な使い方なんですけど、まずね、カタログの中の写真を追加というところを押し、そうするとね、いっぱい自分で撮った写真が出てくると思うので、そこを選択します。で、追加を押すと、こういった形で中に画像が取り込まれます。そして写真が取り込まれたら、まずね、プリセットを押すと、この辺りにいろいろとガラッと雰囲気を変えられるような、そんなプリセットが入っています。はい、そしてその右側の編集というボタンを押すと、ここから細かく編集ができます。ちなみにここのボタンを押すと、レタッチ前とレタッチ後が見れるんですけど、こんな感じでね、絵を作り込むことができます。この目のボタンを押してあげると、変化前と変化後っていうのを見ることができます。そして右側のツールバーの中にですね、レイヤーのプロパティだったりクロップが入っています。レイヤーのプロパティは何かと言いますと、ここですね。レイヤーが今2層になってます。これが元の写真で、上が光を追加した後になってます。このね、分かれた層を見たいときにはレイヤーのプロパティからいけます。で、クロップを押すと、はい、ここでね、基本的な価格の調節ができたりとか、水平の調整っていうのもできたりします。でね、回転したいときにはこのようにくるくると左右に回すとできます。そして、保存したいときはですね、これでも OK だとなった場合は、このクロップと書いてあるところの右のあたりを押すと決定となります。これね、最初のうちはね、慣れないと、あれ今押したはずなのにっていうことがあると思うんですけど、ピネットだったらこの隣のあたりをカチッと押すと設定が反映されるっていうところが基本的な操作としてあります。はい。ではね、このね、ツールバーの横にある編集って何か、これも基本的な操作となるんですけど、ツールの中の設定して反映したものっていうのが編集の中に現れます。なので、先ほど調節した部分、後から変えたいなってなった時には、この編集の中からもう一度選んであげると再度編集することができます。そして完了する時には、このビネットと書いてある横の右のあたりを押してあげると反映されます。ではね、次、ツールバーをもう少し細かく見ていきたいと思います。今ね、ここにお気に入りという項目があります。これはね、私が約60枚写真をレタッチしてみて、本当に使うもの、よく使うものを入れてみました。で、下の方を見てみますと、基本的に画質という項目、そしてエッセンシャル、そして風景写真、あとはクリエイティブ、そしてポートレートでプロフェッショナルという項目、色分けされてるのですごくね、どの項目がどこに入ってるかっていうのが分かりやすくなっています。今回ね、私ポートレートは撮影してないんですけど、このポートレートの中にある項目もすごく面白くて、ポートレートのボケ感とかですね、こういったものも変えられたりするんですよ。面白くないですか？このようにグッと変化させることができます。
で今みたいな感じでこれどういう風に使うんだろうってなった時には、このフェイスって書いてあるところの右のあたりをクリックして、この愛のマークを押してあげると実際の使い方だったり効果っていうのを見ることができます。ボディっていうのは何かと言いますと、こんな感じで体型が変えられたりするみたいです。今回ね、私スナップ鼻撮影がメインなのでこのあたりは使わないんですけど、よくポートレートされる方、このあたり使ってみても面白いんじゃないかなというふうに思います。では実際にこの葉っぱの写真を使ってレタッチしていきたいと思います。まず画像を選択し、そうですね、プリセットはあんまり私使わなくて、編集というところを押します。でツールの中の最初構造を整えたいので、このクロップというものを使います。このままでもいいんですけど、少し水平保ってみたりだとか、そうですね、この中央のあたりの水っていうのが私主役にしたいので、少しグッと寄せたりして中央に配置したりするといいんじゃないかなと思ったりします。で適用を押すと、そしたらですね、次光の深さ、これめっちゃ面白くて、実はですね、ちょっと分かりやすく今最大にしてみました。効果が最大になっているのでとても分かりやすいと思います。今いきますよ。このようにですね、動かすことで光の深さをね、AI が被写界深度をしっかりと理解してくれて、そこに合わせて光の位置を変えることができます。今ね、葉っぱのところっていうのがすごく強調されたので、ここがいいかなと思います。強すぎたなと思ったら少し弱めたい、逆にもっとやりたいっていうことであればグッと持ってっちゃってもいいと思います。今回100でいきましょう。あともうこのままでもいいぐらいですけど、ビネットという項目を開くと、右にずらすと周りが白くなり、左にずらすと暗くなるという仕様になっています。これもほんのり入れてあげてもいいかもしれない。そうするとね、中央の水っていうのがすごくはっきりするかなと思いますので入れてみます。そして私好きなのこのムードなんですよね。プリセットの中にもいろいろモードっていうのが入ってて、いろんなね、どれにしようかな、例えば、アーバンスタイルとか選んでみて、このように、変化させることはできるんですけど、割となんていうんですかね、全体的に効きが良すぎるので、私はね、このプリセットの横にある編集の中のこのムード、そしてラットを選択というところを下にカーソルを合わせ、この辺りシネマ調のトーンとかが好きですね。この辺り緑がはっきりしますね。とか一番下のこの辺り、この上にずらしていくといろんな変化を楽しめるんですけど、おすすめはね、結構シネマ調トーンの中のこれが花撮影と相性がいいなという印象があります。では今回は一番上のこちらにしてみたいと思います。で強すぎたなと思ったら下げることもできるし、さらにもっと強めることもできるっていうものになっています。バーを動かしながらこの直感的な操作ができるっていうのもすごくいいポイントかなというふうに思います。今一回ね、この目のボタンを押して最初と最後、ビフォーアフターの変化を見てみます。こんな感じで、これでも十分いいんですけど、少し全てを強調してあげる。さらに中央にね、この光る水のあたりを配置して、右上に光を配置するというね、この構図をとってみました。めちゃめちゃ楽しいです。ただね、この後レイヤーのあたり、このあたりをいじっても楽しめるので、そこもね、お話ししていこうと思います。では一旦こちらは終わったと。そして他の写真を選びたいとなったら、このカタログというところを押します。そうするとね、いっぱいバーっと写真が出てきます。このあたりもいいですね。どれにしようかな。この写真とかいきますか。これね、元の写真これですからね。こんな感じで見ての通り、曇り空を晴れ空に変えてみました。っていうのを今からやり方紹介していこうと思います。では先ほどのおさらいからいきたいと思います。このツールの横の編集というボタンを押すと、私がね、今使ったものたちっていうのがここに入っております。今一回編集を消去している状態なので、最初の写真の状態となっています。まずね、私最初に行うのがこちら、現像ですね。このあたりで露出を変えてみます。こんな感じで自分のちょうどいいところに合わせます。これだとね、明るすぎるので、
花が目立ちつつ白飛びしないぐらいに押さえてあげるといいのかなと思います。で、次ですよ。問題は、このスカイという項目を押すとですね、このね、空が変えられるんですよ。今ここにあるの2つだけですけど、こちら押してあげるといろんな空が入っています。こういった空だったり、なるべくこれを選ぶときには自然な仕上がりになるものを選んであげるといいのかなと思います。このあたりで。ただまだね、不自然なので、ここで細かくスカイを調節していきます。例えば空の調節。これね、今回チューリップがピントが当たってる部分なので、空ってもっとボケてるはずなんですよ。なので少しボケ感を出してあげると。ここで明るさが調節できたりもします。なるべくこう自然な位置を選んであげるといいと思います。このレイヤーの中にいろんなね、光が入ってます。フレアとかライトリークとか線香花火とか。で、今全体的にちょっと光を出したいので、このあたりいいんじゃないでしょうか。いいですね。上からの柔らかな光が追加されたのわかりますかね。少しプラスしてあげるとわかるかなと思います。違う光にしたいとなった時はレイヤーを削除か、非表示でもいいんですけど、で、濃さをここで変えられます。で、このね、玉ボケのような光、ちょっと邪魔だなと思った時には、拡大してあげると一気に消えるんですよ。なので、自分が使いたい範囲だけ光を持ってくるっていうことができるんです。では、もっと空の面白さっていうのを体感していきたいと思います。カタログのページに戻って、この写真ありますね。これですよ。この写真、なんと元はこんな感じとなっております。というように、ここのヘリコプターすらないという。これ、今からどうやって作っていくか説明したいと思います。スカイというところで調節しました。いろんなものがあるので選んであげるといいと思います。自然に整えていくっていうのが一番いいのかなというふうに、思います。でね、今回ね、サンセット4を選んでいるので、それに合わせてレイヤーもちょっとオレンジ味がかかったものっていうのを選んでみました。そういった感じでね、この空に合わせて色を選んでいく。こういうのだと少し浮いちゃう気がするので、やっぱりね、オレンジの空と合うような、このあたりですかね、オレンジシリーズっていうのをチョイスしてあげるといいのかなというふうに思います。この光の向きだったりも、ここで調節することができます。今回下の方に配置したいので、私はこのあたりに設定しています。あとね、私めちゃくちゃ好きな写真がありまして、これですね。元の写真もね、全然悪くはないですし、元から光が綺麗な場所っていうのを選んだので、仕上がりはね、想像しながら撮影してたわけなんですけど、実際にね、こうやって変化させると、さらにこう、絵作り、絵っぽい印象に仕上がるかなと思います。これは編集を除いていますと、何をしているかと言いますと、この3つしか、というか2つですね。これ光の深さ2回こう調節してるので2個出てるんですけど、このムードと光の深さだけで作っております。さっきのね、光の深さっていうところで言うと、このように変化させることができます。あとは、ムードですね。ムード今回何使ってるかというと、サンタバーバラというものを使っています。そうですね。使ったものはこのようにチェックされて、確認することができます。で、レイヤーにこういった光を少し入れております。めちゃくちゃ絵っぽくないですか？これ結構お気に入りです。もちろんね、自然な感じでほぼいじらなくてもいい感じに仕上がる写真っていうのも十分あります。これとか特にそうですね。何使ってるかというと、ビネットぐらいしか使ってないですね。このね、周辺が少し暗くなるものを使ってあげると、さらに主役が引き立つかなっていう、こういったね、全然作り込まなくてもいい感じに仕上がるっていう機能もあったりします。あとは、あんまりいじってない写真で言うと、そうだな。これとかも全然いじってないんですよ。わかりますか？つまりですよ。そういうことです。レタッチももちろん大事なんですけど、私はね、撮影の段階でもうほぼ仕上がるような被写体の選び方だったりとか、光の選び方っていうのを行っております。なのでね、もちろんレタッチは大事なんですけど、
根本にあるのは撮影する段階で何を撮るかっていうところかなと思います。あとこの写真もそうですね。これも光の深さとレイヤーぐらいしか変えてないですね。はい、先ほどお見せした光の深さを自動的に AI が、学習してくれて、お好みの場所で止めると、ね、このように立体感際立つ写真となります。そしてレイヤーは今ね、非表示にしてみます。入れなくても十分いいかなと思います。ただこういったね、背景を暗いシーンで撮ったものに関して、こういったレイヤー、光を入れてあげると少しね、絵作りと言われる、いわゆるね、こう作品チックな写真っていうのに仕上がったりします。よくないですか？はい。なのでね、この背景黒ずんでるような撮影風景だったりと、このレイヤーっていうのがすごく相性いいなと思ってます。これもそうですね。レイヤー今なしがこれで、レイヤーありがこれになります。という感じで、これもそうかな。そう、ちょっとね、オレンジっぽいレイヤーをこれ足してます。レイヤーを足す時のポイントなんですけど、被写体と同じ系統の色を選んであげるっていうのがポイントかなと思います。例えば今、黄色が主役ですよね。で、奥の赤も目立つという。暖色系がすごくいいかなと思うので、私はこのような温かみのあるレイヤー、光も暖色系という風に合わせてセットで選んであげるといいと思います。それで言うとですね、これもそうですね。ネモフィラのつぼみなんですけど、これ面白くないですか？つぼみですよ、これ。本当はクロップ前結構こんな感じでね、全体的にネモフィラがあるんですけど、この一部だけ選んであげることによってつぼみに集中します。プラス、レイヤーをこのように入れてあげることによって、ちょっと生っぽい写真からシックな印象の写真に仕上がるっていうような方法をとっています。あと、この写真なんかどうでしょうか？何をやったかと言いますと、まずビフォーがこれです。もうこの段階でも十分いいと思うんですけど、ビネットが入ってますね。あと、そうですね、このチューリップとかも結構好きですね。これは、何をしたかと言いますと、光の深さまず変えてますね。チューリップに光が当たるようにして立体感を出し、太陽光線も使ってますね。太陽の位置確認してみますと、この辺りにもあります。自然な位置がここだったので、ここにしました。で、あとムードは、これもやっぱりね、サンタバーバラを使ってます。結構サンタバーバラと一番上が好きです。これもいいね。ちょっとゴールド感が増す感じがまた良かったり。一応今回はこちらを入れておきます。あと、そうですね、消しゴムマジック的なものもあります。はい、今ね、このような線が入ってしまって、ちょっともったいないですよね。という時には、生成ツールの中のジェネ消去というものを、使ってあげるといいのかなと思います。こんな感じで、選択した範囲を消してもらうツールがあるんですけど、一旦このように引いてみます。で、消去というところを押します。で、少し待つと、はい。という感じでね、今ね、消えましたね。そしたら保存を押します。で、ここから実際にいじっていきます。光の深さ少し変えてあげてもいいかもしれませんね。このようにセットして幅も調節できます。花が一番立体感が出る。このあたりとかいかがでしょう？いいですね。で、ビネットも少し足して周辺を暗くし、一旦ムードいきましょうか。これなんですけど、これかな。はい。奥がね、結構暗く沈んでくれるので立体感が増します。あと少し光入れようかな。これ今ね、紫だったりが、主役になるので、紫っぽい色を入れてあげると相性いいのかなと思ったりします。これとかどうでしょう？いいね。で、強すぎるので、そういった時には透明度で調節してあげて、あと場所の移動だったりもできます。ちなみに、編集っていうのはレイヤーごとに分けてできるので、このね、光自体のレタッチっていうのもできます。例えばですけど、ここの今光が選択されていて、ビネットを選択すると、光のね、コントロールっていうのもできます。
なので光入れた後にやっぱり周辺ももうちょっと暗くしたいなってなったらこのように調節し、中央だけ光を当ててあげるっていうこともできたりします。はい、いかがでしたでしょうか。普段のあっさりしたレタッチっていうのもいいんですけど、たまにこうやって絵作りをしてあげても新たな写真の表現の幅を広げるといった意味ではすごく楽しいなと思います。本日の動画は、こちらで終了となります。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。